同志諸君、ごきげんよう。つい最近、サブアカの方で面白いソ連戦艦を入手したから乗っていくんだぜ。それで、今回使っていく艦艇はティア8ソ連戦艦ボロジノ。正直、この戦艦を入手した時は手法が2つしかないから微妙な艦艇かと思ってた。でも実際に使ってみると想像以上に強い艦艇だったんだぜ。ちなみに、船の後ろにあるのはこの船唯一の副砲になるよ。まあ、手法と副砲が2つしかない船になる。さて、敵を攻撃できるまで移動するよ。ハリケーンエリアの中に味方が突撃を始めたから自分もついていくんだぜ。そして、敵のティルピッツも短期で突撃してきてる。さすがに短期だと集中砲火を浴びるから厳しいと思うな。さてと、ティルピッツが射程に入ったから攻撃を開始する。手法が2つしかない割にいいダメージが入るんだぜ。ティルピッツの方は味方から集中砲火を受けてるからもう瀕死になってる。手法発射。敵戦艦を撃沈。実績の最初の獲物を獲得した。この実績を獲得するのはものすごい久しぶりなんだぜ。さて、そろそろボロジノについて話すよ。最初はボロジノの強みから。ボロジノはティア9戦艦ソビエトソユーズと同じ手法を搭載しているよ。そして、手法が2つになった代わりに精度、装填速度が強化されてる。高精度で低弾道の高速 AP を投げれるから優秀なんだぜ。それと、警戒レーダーも搭載しているよ。煙幕とかで隠れた敵を見つけるときにすごい便利。この前も警戒レーダーのおかげで楽に駆逐処理ができたんだぜ。次はボロジノの弱みを話していくよ。ボロジノは装甲がめちゃくちゃ貧弱になってる。まずバイタルが大きく水面に飛び出してるのとバイタルの装甲がたったの220ミリしかないんだぜ。わかりやすく言うと至近距離だと軽巡洋艦の AP に抜かれるレベルの装甲。だから敵に側面を晒すのは絶対に NG だよ。あと戦士と戦尾の装甲が25ミリになってるから16インチ以上に強制貫通されるよ。そして、ボロジノの対空はこんな感じ。短中距離対空はそこそこ優秀だけど長距離対空が壊滅的になってる。まあ、副砲を2つしか搭載してない艦艇だからこの辺りはどうしようもないと思う。さてと、ボロジノの性能をざっくりまとめるとティア8番スラバって感じの艦艇になってるよ。貧弱すぎる装甲が気になるけど基本は艦を立てて戦うから思ったより耐久面はそこまで気にならなかったかな。それと、ボロジノの AP 弾ばかりに目が行きがちだけど HE 弾も優秀な性能をしてるよ。高精度で低弾道の高速 HE を投げれるから警戒レーダーと合わせて駆逐処理をやりやすい。最後に、ボロジノは万人受けしない艦艇だけどハマれば強い艦艇になってるよ。さて、ボロジノの話はここまで。そろそろ戦闘に戻るんだぜ。現在はハリケーンの中を突撃中。前方の逃げ遅れた敵戦艦を狙っていく。手法発射。ちなみに、今回の試合はボトムマッチだよ。どういうわけか、最近は頻繁にボトムマッチに当たるんだぜ。敵戦艦を撃沈。今倒した戦艦、消える前はそこそこ HP が残ってたのにいつの間にか瀕死になってたな。次は奥の逃げ遅れたアイオワを狙っていく。手法発射。角度が悪くてダメージはいまいちか。あのアイオワは後回しにして目の前の巡洋艦を狙っていく。かなり近い距離に敵巡洋艦がいるんだぜ。角度が悪くてバイタルを抜くのは厳しそうだが。手法発射。さすがに点出されて回避されちまったか。あの敵巡洋艦は死なのがキルしそうだな。ここで味方が敵巡洋艦を撃沈。ちなみに、今の戦況は味方が優勢だよ。そして、今頃気づいたんだが A 拠点方面に全ての味方が集まってるんだぜ。さすがに、この数が相手なら敵が一気に交代するのも納得だな。次はさっきのアイオワを狙っていく。手法発射。バイタル貫通、敵戦艦を撃沈。今倒した戦艦、味方の魚雷で瀕死になってたな。なんだか、さっきから瀕死の敵ばかり倒してるからよダメージの割に撃沈リボンだけ増えていくんだぜ。もうちょっとこう、ボロジノで活躍したいね。そして、近くに敵巡洋艦を発見。
あの敵巡洋艦、側面を向けて座礁しそうなんだぜ。四方発射。バイタル貫通。ちょっと弾がばらけて一撃で仕留められなかったか。こういう時こそ、四方があと一機あればなと思うんだぜ。四方発射。敵の巡洋艦を撃沈。今回の戦闘でやっとまともにダメージを稼げたよ。さて、次は C 拠点から向かってきた戦艦を狙っていく。山が邪魔で狙えないから少し移動するよ。移動中に狙えそうな敵巡洋艦を見つけたから待ち伏せしてる。四方発射。ばらけて一発も当たらなかったんだぜ。精度が強化されててもソ連戦艦の散布会だからばらけるときは結構ばらける。いや8番スラバといってもスラバのように独自の散布会を持っているわけじゃないからスラバみたいな高精度は期待できないかな。それじゃ、敵を狙えるまでまた移動していくよ。奥の煙幕の中に側面を見せた出雲が隠れてる。四方発射。微妙に生き残って撃沈はできなかったか。こういう場面でやっぱり四方の少なさが気になるね。さて、次は敵巡洋艦を狙っていく。絶好な位置にいるのに装填中なんだぜ。そして、敵の雷撃機が近づいてきてる。ここで味方が敵巡洋艦を撃沈。対空セクターも起動したし雷撃機に対空砲火を浴びせるんだぜ。味方の巡洋艦が魚雷で撃沈された。あ、近くに味方がいないから自分のところに航空機が殺到してくる可能性があるな。この船、対空が強くないから勘弁してほしいんだぜ。しかも、相手は格上の空母だし。といったそばから爆撃機がお出ましになったんだぜ。対空セクターを起動して抵抗する。そういえば、お守りに対空旗をつけてきたけど元の量艦ダメージが高くないからあまり効果はないだろうな。爆弾がもろに直撃、火災が2カ所発生したんだぜ。それと、敵の爆撃機は1機しか撃墜できなかった。艦長スキルで対空を強化してるけど格上空母相手には無力だな。HP 的にまだ余裕があるけどずっと攻撃され続けるときついな。とりあえず、敵の駆逐艦を狙っていく。四方発射。とここで敵の雷撃機がお出ましになったんだぜ。さすがに、この距離で駆逐艦に当てるのは厳しいか。そして、目の前から魚雷が来てる。でもここじゃ満足に回避するのも難しいな。魚雷2本で済んだのはいいがまだ反復の雷撃機が向かってきてるんだよな。10日前に落とせなかったか。この魚雷は回避不可能なんだぜ。反復攻撃も含めて魚雷で結構削られちまった。さてと、残る敵の艦艇は空母と駆逐艦か。あれ？どうやら、戦艦もいるっぽいんだが見かけてないな。マップを見る限り戦艦は一度も発見されてないね。放置艦かもしれないんだぜ。さて、そろそろ空母の近くに来たからレーダーを使う。敵の空母を発見。最後に発見された位置から移動してなくてよかったんだぜ。装填完了まであと少し。四方発射。バイタル貫通。思ったより削れなかったな。そして、あの敵空母は煙幕に隠れるつもりなんだぜ。警戒レーダーの効果が切れちまった。敵空母に逃げられる前にどんどん距離を詰めていくよ。結構接近したはずなんだがなかなか見つからないね。ここで敵の空母を発見。四方発射。バイタルは抜けなかったか。そういえば、味方が放置してる敵戦艦を発見したよ。開始地点にいたみたいなんだぜ。して、自分の方は煙幕で逃げてる敵空母を追跡してる。これを見てると煙幕を避ける空母って便利だなと思う。そろそろ警戒レーダーを使えそうなんだぜ。他の戦艦相手なら煙幕で逃げ切れたかもしれないがボロジノが相手だとそうはいかないんだぜ。警戒レーダー発動。敵空母を発見。四方発射。仕留めきれなかったか。あと少しなんだけどな。このまま島に隠れられちまうんだぜ。
航空機の猛攻を受けながらも敵空母に追いついたんだぜ。砲発射。また仕留め損なったんだぜ。てか弾が何発か島に吸われたんだよな。これがなければ倒せてたと思うんだぜ。ここで味方の空母が敵空母を撃沈。味方が倒してくれてよかったんだぜ。残るは放置戦艦だけになったね。味方の巡洋艦が放置戦艦を撃沈。敵の残存艦艇数はゼロで味方が勝利。やったね。戦闘結果はこんな感じ。チーム内順位は1位。実績は最初の獲物を獲得。今回の戦闘は空母に悪戦苦闘させられた一戦だったぜ。何より、警戒レーダーのありがたみを強く実感できたかな。ボロジノの方はハマれば強いんだけど火力不足を感じさせられる場面もしばしばある印象。まあ、ソユーズ砲のおかげで格上に通用するのは強みだと思う。そして、やっぱり警戒レーダーを使えるのは強いね。さっきの戦闘だって警戒レーダーがなかったら敵空母に逃げられたと思うんだぜ。警戒レーダーは最高だね。まあ、対空能力が貧弱だから格上空母に粘着されたのは普通にきつかったけどね。それじゃ、今回はここまで。チャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。ゲームのリンクは概要欄に載せてるよ。それじゃあバイバイ。